私が初めてドリーに会った時、彼女はまだ全てを有する大商人じゃなかったわ。でも彼女はあの時から何でも手に入れられる自信に満ちていた。彼女の真剣な目を見ると、偉大な魔女も手を貸さずにはいられなくなる。事実私の目に狂いはなかったわ。ささやかな支出と引き換えに、私にとって最高の投資の一つになったの。さあさあ、人負けしに行きますな。ドリーのような目利きの大商人は、顧客の要望が難しいからといって取引を断ることはない。価格が適切であれば、自ら雷元素の神の目の力を使って顧客の問題を解決することもあるの。同じ取引でもドリーの手にかかれば予想外の収穫が手に入るわ。キャラクターと武器育成素材を合成するとき、一定の確率で一部の材料が変換されるわよ。通常攻撃はランプの精を操り、最大3段の連続攻撃で敵に物理ダメージを与えるわ。攻撃ボタンを長押しすると持続的にスタミナを消費し、体験を振り回して物理ダメージを与える。銃撃終了時には強力な一撃で小さな敵をノックバックできるわよ。元素スキル発動時、ドリーはトラブルシューター砲を発射し、雷ダメージを与えるわ。トラブルシューター砲が命中すると、近くの敵を追尾するアフターサービス弾を2発生成し、同じく雷ダメージを与えるの。テンプ砂だるま式利子解放後、トラブルシューター砲およびアフターサービス弾が命中すると、ドリーは自身の元素チャージ効率をもとに元素エネルギーを回復する。でもこの方法で回復できるのは一度に1回まで。回復量の上限もあるから注意してね。魔法のランプよ。元素爆発ではランプの精を召喚し、顧客にさまざまなサービスを提供するわ。ランプの精は近くのキャラクターとリンクして雷付着状態にし、元素エネルギーと HP を持続的に回復する。 HP の回復量はドリーの HP 上限によって決まるわよ。またこのリンクが敵に触れると、一定時間ごとに雷ダメージも与えられるの。ただランプの精は最大1体までしか存在できないわ。ドリーの目には常に勝機が見えている。だからよりスピーディーにプランの提供ができるの。テンプゴールドマイニング解放後、ランプの精とリンクしている時、感電超電導過負荷電撃化超撃化超開化雷元素の拡散や結晶反応を起こすと、ドリーの元素スキルのクールタイムが短縮されるわ。この効果は一定時間内に1回のみ発動可能よ。一流の商人は予測に長け、顧客自身が必要なものに気づく前にプランを立てる。だから危険なエリアに足を踏み入れようとする者は必ずこの小さな人影に出会うの。戦闘に入った後、まずトラブルシューター砲で敵に雷ダメージを与える。するとアフターサービス弾が近くの敵を追尾してくれるわ。元素エネルギーが溜まったらランプの精を呼んでチームを手助けしましょう。ランプの精が近くのキャラクターとリンクし、元素エネルギーと HP を回復するわ。また立ち位置を調整してランプの精とのリンクで雷ダメージを与える。そうすれば顧客に最高のサービスを提供できるわよ。これまで世界を旅し、数えきれないほどの出会いを経て多くの人を助けてきた。でもドリーみたいに連絡を取り続けている人はほとんどいないわ。ドリーからの見返りは気にしてないけど、彼女の行商スタイルは高く評価してる。商売は冒険や発明と同じで、ひるめば何もできない。だからドリーはとてもいいビジネスパートナーなの。彼女にならお気に入りの発明を委ねられるわ。星を研究しているどっかの誰かさんはまた因果と交換とか言いそうだけど、まだ何も起こってないし放っておいてもいいわよね。